イ・ジョングンさん、当時16歳。爆心地から約 1.8km 離れた光神町で被爆しました。いつもと同じように、朝ごはんを食べて8時頃ぐらいの列車に乗る予定でした。毎日行く時間で、その朝お母さんとちょっとね、なんかこう口喧嘩をしたんですね。なんでやったかっていうのを覚えてないんですよ。とにかくお母さんとなんか口喧嘩をしたなっていうのは覚えてるんですよね。そのためにいつも乗るJR の列車に乗り遅れて、そして廿日市の宮島線の電車でもって、広島に入ってきたわけですね。的場で降りて橋を渡るわけですね。光神橋っていう橋を渡るわけです。でその渡りきったところでピカーッと光りましたね。その光が私が見た光は黄色みがかった光で、何だろうかっていう自分で考える暇がありました。それは2秒か3秒か分かりませんが、これは焼夷弾じゃないかな、そういう焼夷弾ということを私が記憶しています。その光がこう漂ってましたね。ですから光は何秒間かは漂っていたということです。それを考える余裕があったということです。ですからその余裕があったので、これはいけないと思ってすぐ自分で身の危険を感じ、その頃職場でもそうですが、坂の学校におる時なんかでも空襲警報でもって敵の兵隊が爆弾をこう B29 かけて爆弾を落とすようなことがあったら、両手で目を押さえて、親指で耳を塞いで、小指で鼻を塞いで伏せなさいっていうのがもうあの頃しょっちゅうやってましたね。そういう訓練を。だから私は弁当をそこに置いて、すぐ伏せました。ですから、私はもちろん戦争と同時に熱戦ですね。その時の熱戦がだいたい3000度から4000度だって言われたんですよ。ですから伏せる前にはもうすでに私は焼かれてたっていうことですね。それで伏せて、でじーっとこう何分か伏せてました。そして目をこう開けてみると真っ暗な闇夜で何にも見えなかったですね。皆さんは音を聞いたっていうんです。私はさっき言ったように耳と目と鼻を塞いで伏せてたもんだから音を聞いてないんです。すぐ伏せたから飛ばされなかったし、爆発音も聞いてないし、キノコ雲も見てないんですね。で私起き上がってすぐ弁当箱を探しました。まずところがないんですよ。そこに置いて私は伏せたんで、弁当箱がそこにないんで、その辺り駆けずり回りながら、電車がこうカーブしてますから電車の向こうを探したりして、2、30メーター20メーター以上飛んでましたかね。ようやく探しました弁当箱。そして橋の下にすぐ避難をしたんですがね。でそう行った時にはもうすでに大人の人が 4、5人来てました。その下に。それでその大人の人が「これは新型爆弾だ」って言いましたね。すぐ言いましたね。私たち下へ潜り込んだ時は「新型爆弾で」っていうことを言いましたよ。で当分してそこでなんか
いろいろ話しおられましたけども、覚えてはいないけども、ただ「あんたその顔あんた真っ赤になってるじゃないか」って言って「それあんたやけどしとるぞそれ」って言われて、そして自分で手で触ってみて痛いなっていうのが初めてそこで分かりましたね。それからその橋を出て、橋の下から出て、そして帰還庫に行くんですが、今工人陸橋っていうのがあって、その頃は陸橋なんかなくて、あそこが踏切になってたんですよ、小さい。でそれを踏切を越えていくと蟹屋町に行きますんで、そこが第二帰還区ですから、橋から走っていけば10分ぐらいで今のいう工人橋のたもとからそこまでは10分ぐらいなら行けるんですね。でその橋を、その下から出て、工人橋をまっすぐ山陽本線の踏切のとこまで行くんですけども、もう両方の家は、道の両方の家は全部倒れてましたね。でその倒れた家の上から屋根の上で「もう助けてくれ助けてくれ」っていう声をもう随分聞きながら「この下に父さんがいる」とか「この下にじいちゃんがいるんだ」とか、両方から助けてくれっていう声をもう随分聞きましたがね。でも私はね、一人も助けることはできなかったし、私自身もう怖い、そればかりがもう動機で打ってくるんで、とても人を助けるような気持ちにはなれなかったですね。で今そこ頃時々私は子どもたちに、証言活動でその話をするんですけども、あの時一人でも助けてたらな、あんたたちにもっと強く言えるんだけど、被爆体験というものはこうなんだよっていうことをもっと強く言えるんだけど、私は助けられなかった、君たちだったら助けるよねって、この話はもう子どもたちの修学旅行生の子どもたちもずっと話をしてます。本当にあの時助けられなかったのがいまだにやはりこの年になっても悔やまれますね。なぜ助けられなかったか。子どもの声もありましたね。これは悲痛でしたね。いまだにその時のことは昨日のように思い出せますね。今こうして証言活動をやりながら平和というものを見て子どもたちにも言います。私は今の日本は本当にきれいで美しい。平和という言葉がどれほど美しいか君たちに分かる？戦争したらダメだよ。もし君たちが戦争に駆り出されるようなことがあったら、銃を撃つときに横を向いて撃てよ、人を向いて撃ったらダメだよ。戦争という悲惨なさは言葉に言い表せないことだし、人を殺される戦争は絶対あったらいけないよ。君たちが今から大きくなっていく上において国の指導者として成り立つ人もいるかも分かんない。とにかく平和で食べられて遊ばれて勉強ができて、今世界にこんな平和な国はないよ。だけども、君たちにはまだ分からんだろうけども、最近少し政治家もおかしくなってきとる。だけどもこれは先生に聞いて勉強しなさいよと。もちろん私は自分に言い聞かせながら
毎日を過ごしております。